皆さんこんにちは、ともりあらたです。皆さんやっぱり老けるの嫌ですよね。老けないためにいろんなことやってると思うんですが、やっぱり一番大切なのは生活習慣。その中でも食事ってめちゃくちゃ大切になってきます。今日は老化の最新研究とそれを抑えるような食品をご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。まず皆さん、老化って当たり前に起こってくるものだっていうふうに思いますよね。同じように年を取っていると思っているかもしれないんですが、実は実年齢とですね、体の中の老化の指標っていうのは意外と乖離があるっていうことが分かっています。面白いデータがありまして、これがですねニュージーランドで行われた研究になります。だいたい950人の26歳から12年間同じ人を追跡しています。同じように体もですね老化をしたかっていうことをチェックします。どういうふうに体内の老化度をチェックするかっていうと、例えば血糖値の指標であるヘモグロビン A1C だったりとか、肺活量だったりとか、持久力だったり、腎機能だったり、そういった体の中の老化度っていうものを測ったらですね、同じ38歳でも体内年齢は28歳の人もいれば61歳の人もいたっていうことなんですよ。怖くないですか？なので老化のスピードっていうのは実年齢とは違って個人個人で全然違うっていうことがわかると思います。あとよくね有名な研究だと、同じ双子の方でも生活習慣が全然違うと全くね違うように、例えばタバコを吸っている人だと顔のエイジングが進むとか、そういったことのデータもたくさんあるように、遺伝っていうのももちろん大事なんですけれども、やっぱり生活習慣っていうのが老化にはかなりのウェイトで占めているっていうことがわかると思います。じゃあ老化って具体的にどういったことが起こっているかっていうと、このチャンネルではよくお話しすると思うんですが、慢性の炎症というのが体でいろいろ起きていって、体に不具合が起こってくる状態になります。例えば腎臓に慢性の炎症が起こると腎不全になったりとか、動脈に慢性の炎症が起こると動脈硬化が起こることで血圧が上がったり、心血管系のイベントですね、そういったことが起こる。あとは血管に炎症が起こることで血管が詰まりやすくなる、心筋梗塞とか脳梗塞とかっていうことが起こりやすくなってしまうということもあります。なのでやっぱり体に慢性の炎症を起こさせなくするっていうことが、喫煙をしないとか飲酒をね過度にしないとかっていうのもあるんですけれども、体に炎症を起こす一番のきっかけにもなることっていうのが食習慣なんですね。体に炎症を起こすような食べ物を食べているっていうことが積み重なっていくと老化を進めることになります。ではこの慢性炎症を起こすような食習慣って何かっていうと、食べ過ぎですよ。食べ過ぎるとですね、血糖値が上がったりとか、コレステロールとか脂質系が上がることによって炎症が起こるようになってくるんですね。絶食をしましょうみたいな空腹感があることによって炎症を抑えますよってこと、皆さん一度は聞いたことがあると思います。どういったメカニズムかっていうと、体の中のオートファジーという機能をですね活性化するってことが分かってるんですね。オートファジーって何かっていうと、体のリサイクルシステムだと思ってください。人間はですね体で生成と分解を繰り返していくんですが、例えばタンパク質もですね食事から取れなかったりすると、体の中でこのオートファジーを使って生成したり、体の中でいらないなと思うものはオートファジーでいいものに変えていくっていうことになります。オートファジーがですね空腹時に強くなるっていうことがいろいろな研究で分かっているので、ファスティングだったりとか流行ったんですが、それにはですねちょっとした落とし穴があるっていうことが分かりました。絶食がダメとか何時間空ける食事がダメっていうわけじゃなくて、それが向いてる人っていうのは過度に食事をとってきたりとか、体力がある人っていうのはいいんですが、ちょっと高齢の人だったりとか少し痩せ気味の方だったりとかっていうのは、そういうことをしちゃうと逆にですね体の機能が落ちちゃうっていうことと、腸内環境が急に悪くなって体にまた炎症が起こってしまうっていうことがあるので、空腹期間を作るってことはすごく大事なんですが、空腹以外に食べるものがとても大事だよっていうことがだんだん分かってきたんです。相変わらず前置きが長いんですが、体のオートファジーを活性化するには空腹の時間を作る、食べ過ぎをしないっていうことがポイントなんですが、じゃあ空腹時じゃない時にどういったものを食べるとこの老化を抑えるかっていうこともだんだん分かってきたっていうお話になっています。
じゃあオートファジーを活性化するのに必要な栄養分が含まれているもの、まず一つがですね、納豆になります。納豆にはスペルミジンという成分が入っているんですね。お味噌だったりとかチーズとかキノコ類にも入っているんですが、スペルミジンっていうのがですね、このオートファジーを活性化するということが分かっていて、実は私たちの体の中でもあるんですけれども、年々合成が低下しているらしいんですね。なので免疫を落ちているような方にですね、スペルミジンを加えるとですね、ちゃんと免疫能力が高くなったりということも分かっています。なのでスペルミジンが減っていくからこそ、食事で摂っていこうよっていうことで、1日1パックから2パックぐらいは食べてもいいんじゃないかなというふうに思います。続いてはこれもですね、日本人にも嬉しいカテキンになります。カテキンっていうのはよくね、殺菌効果っていうものがあって、例えばね、お茶を飲むような人っていうのは風邪をひきにくいっていうものも言われているんですが、このカテキンもですね、実はオートファジーを活性化するっていうことが言われて、すごく研究が進んでいるものになります。感染症とかを予防するっていうだけじゃなくて、日頃からカテキンが入っているようなお茶をですね、飲むっていうこともオートファジーを活性化して老化しにくい体にするっていう意味ではいいんじゃないかなというふうに思います。続いては赤ワインとかブドウとかによく入っているレスペラトロールという成分になります。老化を抑えるっていうもので聞いたことあると思うんですが、サプリとかにもなっているぐらいオートファジーを活性化するということで、昔から話題になっているものになります。カロリー制限だったりとか断食だったりとかっていうものの次ぐらいに実はこれいいんじゃないかって言われて、しっかりとね、ポリフェノールの一種を取りましょうというのがブームになったものなんですね。お酒をね、飲むなら白ワインよりも赤ワインの方がいいし、ブドウ系のものでレスベラトロールを取っていくっていうことはいいんじゃないかなというふうに思います。そして鮭とかイクラに入っているアスタキサンチン、これもですね、酸化とか炎症だけじゃなくてオートファジーを活性化して老化を遅らせるんじゃないかということも言われています。続いてはちょっと日本人には馴染みがないんですが、ザクロとか、ザクロを食べないなっていう方はベリー類ですね、例えばブルーベリーとかそういったベリー類、そしてあとナッツに含まれるエラグ酸という成分になります。エラグ酸を取るとそれが何になるかっていうと、腸内細菌がこのエラグ酸を取り入れることでウロリチンという成分を生成してくれます。ウロリチンっていうのがですね、エネルギーを作ってくるミトコンドリアっていうものを活性化してオートファジーを促すっていうことが分かってるんですね。なのである一定の効果はあるんじゃないかなと思いますので、ちょっとナッツ類だったりとか、ブルーベリーとかそういうベリー類、日本ではなかなか国産のザクロってないんですが、もしねザクロ見かけたら取っていただくっていうのも老化を防ぐというふうに思います。まとめるとですね、オートファジーを活性化する食べ物、代表的なものでいうと納豆とかお味噌ですね、お茶、ぶどうだったり赤ワイン、イクラとか鮭、ナッツ類だったりとかザクロ、こういったものを摂ることによってやっぱりオートファジーを活性化するということが分かっています。最初に言ったんですけれども、体の老化っていうのは実年齢ではなくて生活習慣に大きく関わっています。その中でも食習慣ということに大きく関わっているので、誕生日を迎えるのね嬉しいんですけれども、体の年齢はその場で止まっておけるようにするためには、今日お話ししたことをしっかりと頭に入れておいて、活性化するような食べ物を日頃から食べてみてください。ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。